すんなりはなかなかいかないですね。なかなか一発で終わらなかったですね。3発4発ぐらい痛いですね。おはようございます。朝礼始めます。挨拶の手話をお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お先に失礼します。お先に失礼します。本日の入出庫お願いします。入庫の予定は西鉄サーク様が1台、薬局の方はありません。以上です。他に連絡報告事項ありますか。なければ終わります。本日もご安全に。こちらの区画は何をやってるところなんですか。整理券とかあるんですけど、その整理券の画題とか LED のボックスなんかを作ったりするようなところにやってますね。じゃあ主に内装の設備を作ってるところなんですか。あ、そうです。内装ですね。元がディーゼルエンジンを乗せたバスだったんですけども、今回、レトロフィットということでですね、使わないエンジンを下ろしたり、下ろした後に、新しくモーターを乗せたり、バッテリーを、搭載するための作業の方を今こちらでやってます。バッテリーを搭載するのが一番大変です。それはどんなところが。重量が300キロ近くあるんで、それを乗せるのがやっぱり一番大変です。で、室内の絵も5箇所、5個バッテリー搭載するので、それを2個使って乗せるのがちょっと大変です。1個300キロの5個ってことですか。そうです。
かなり重たいです。面白いところはやっぱりエンジンを解体してやっぱり電気駆動に変える、が一番やっぱり面白いやりがいがあるよね、仕事的に。エンジンとモーターとかバッテリーとかだとだいぶなんか形状が違うように思うんですけど、そんなすんなり積み替えられるものなんですか？いやー、そんなにはなかなかいかないですね。やっぱトラブルが結構あったりとかしますんで、そのトラブルがあった時はまた大変なんですけどね。やっぱりエンジン駆動の時はまあみんな慣れてると思うんですけど、電気駆動になるとやっぱりどうしてもコンピューターが管理してるんで制御してるのでちょっと難しいところがあります。それはどう難しいんですか？コンピューターなんでやっぱりエンジンの場合やったら配線とかで持っていけるんですけど、通信関係になるとどうしても自分たちは分からないところが出てくるので。目に見えないってことですか？そうですそうです。何が原因なのかっていうのを特定するのが難しいです。1個間違えただけでもうエンジンかからないので、それを探すのがちょっと手間取ってます。なんかお話聞いてると気が遠くなりそうですね。そうですね。結構気が遠くなりましたね。結構な台数改造というかそうですね、されてるんですか？はい、今年度も何時台か予定してて、昨年度も20何時やった実績があります。中でサンダー使ったりする作業をするので火花が飛ぶのでガラスに傷つけないっていうのが一番かなと思います。綺麗に貼れたら気持ちいいとかそういったことあるんですか？あ、それありますね。これもだけ昨日貼って作業してたところやったんですけど、やっぱ今朝来たら剥げてたんでやっぱりどうしてもこう厚紙でテープで貼ってるんで落ちてくるんですよね。やっぱ重みでだからそのまま何も考えずにただ貼ってるだけだと、まあ自分もそうなんですけどやっぱ剥がれます。療養が上手な人はあんまりこれが落ちてこないです。そんな違いがあるんですか？はい、テープの貼り方だとかバランスもあるので、まあ、結構ベタベタ貼ったけも落ちてこないではなくやっぱ綺麗に貼っとかないと絶対落ちてくるんですよね。はいこれ今何の作業をしてらっしゃるんですか？もう単純にここの鉄を切ってるところです。それは何のために切ってるんですか？配線、ここから下回りから配線を立ち上げるんですよ。と配管を立ち上げるためにで、周り見てもらうとここにバッテリーのフレームが乗るんですよね。つないようにでこっちにも乗る。でそれ用の冷却用とか配線がここの穴からこう立ち上がる形なので、まあ、ここの部分は以前使用してた部分なんですけどレトロには必要ないのでここを今切ってるんですね。
板金作業が終わって、その後塗装まで終わった車両が、こちらに戻ってきて、出庫に向けての、部品の取り付けだったり配送の方を今こちらのラインでやってますね。こちらの車両は堀川バスさんの方が中古で車両の方購入されてうちの方に入れていただいて、うちの会社の方で堀川さんのデザインの方に塗装して、で中の衣類かなんかも堀川さんの仕様の分で、完成させていくという工程ラインになってます。じゃあ西鉄バスさんだけじゃないんですね。そうですね、九州、結構いろんなところから仕事をいただいてですね、作業をしているような感じになります。これ今何してらっしゃるんです今か？これドライブレコーダーのカメラが、車の外に後方を見るために出ますので、その分の配線今入れてるという状況です。外に配線をこういうふうにしてやっていく分なら簡単なんですけど、これがやっぱり見えないようにっていうのをやっぱりしていくのが、だからそうなっていくと結局ここから後ろ側って乗ってるお客さんに対してのことを考えてやっていかないといけないし、ここに来ると今度乗務員さんが操作性とかいろんなものを見てからやっていかないといけない。だからつけるだけであれば楽じゃないんですけども、なんかなポンポンポンとできていくんですけど、やっぱりそこにやっぱりお客さんの満足とかそういうのも含めて、自分の自己満足じゃなくてですね、やっぱり1台仕上がると達成感みたいなものはあるんですか？達成感上がってどうのっていうよりも、お客さんからに渡して何もなく走れてるっていう、ここは嬉しさがあります。完成が終わりではなくてちゃんと走れる、あれ悪かったこれ悪かったって言われるのですね、何もなくて走れるよっていう、使ってるよっていうことを言われる方がちょっと嬉しいです。板金ですね、ボディ修理の錆落としやったり、もう溶接メインでやっていくような感じになってます。ボディの修理の方をやっていく工場になってます。こちらがですね、九州アフリカライオンサファリ様といってですね、大分にあるサファリパークのユーザーさんのところで使われている車両のボディ修理ということで今ここに入ってます。一工場で解体、板金するための解体を行う時もあれば、この車両に関してだけで言えば柵なんかもついてたりするんですけども、その辺の解体の方もこちらの方で解体からやって、解体板金までやって、こういう作業終われば塗装工場の方に行くような形になってます。なかなか特殊なんで、普通のバスシューズと比べて、やっぱりデコレーションを施しとなると、やっぱり剥がさんといけないんですよ、錆ととこは全部 FRP で補修されとんで、FRP を巻かれとるんで、まずそれを取る作業から始まるってことなんで、その辺がちょっと大変です。猛獣とかが多分
餌をやるんで突進してきたりする車両なんで、かなり痛みが出たんですけど、へこんだり穴が開いたりですね、その辺を直すのがですね、普通の車両とちょっと違う事故車のような感覚なんですね。事故車。ぶつけて直すような関係作業は至る所に点在してるみたいな。こんな感じで、多分叩かなかったらもっと出てくるんですよ。鉄板が出た分叩いたことによって少し平らではないですけど、少しへこませる感じで。もうそのトラックの荷台に別の部屋を作るような形で、その部屋の骨組みを作っているような感じですね。で最終的にはその検診車、レントゲン車とか、そういったものになります。車両の内側につく機器とかそういったものを位置を検討して、でそれに合うような骨組みを検討しているような段階ですね。難しさはやっぱり材料の知識とかそのどんなものがつくっていうところの理解がないとまずその検討をするっていう段階にもいけないので、まずそこから勉強して知識を得た上でこういう設計業務っていうのはもうそのスタート地点に立てないので、もうまずは勉強で。
これから暑くなるということで取り外してたミストのこのホースのこの金具ですね、これを取り付けるような作業をさせていただきました。どうしても劣化とかで雨漏れ等が出ますんで、こういう風な形で作業終わった後試運転して雨漏れのある箇所を、例えばこんな金具から雨漏れとかが発生した場合は金具を変えるとか、チューブを交換するとかいう風な作業はさせていただいております。取り付けて試運転して一発で終わったっていうのがうまくいったなって思うですね。どうしてもどこかしらやっぱ6ヶ月近く保管してますから、やっぱその辺で劣化が進んだ点で雨漏れっていうのは出てきますから、そういうのがなく終わるっていうのはやっぱりうまくいったなっては思いますが、今回は一発で終わったんですか？いやなかなか一発で終わらなかったですね。3発4発ぐらい痛いですね。リンダトラックを日野さんと協力のもと改造した車、いわゆるバスに仕立ててみようかということで、一応試作として作り上げたものになっております。随分コンパクトなバスですね。そうですね、単純に言うと、10人乗りぐらいを目指しているような。一応路線バスにするとしては、やっぱ押しボタンとかも一応つけているイメージになってますね。エアコンですか、それ？こちらはエアコンです。そうか。窓ははめ殺しなんですね。はい、窓は開かないような形になってます。今のところは。これ作る上で大変だったところってどんなとこですか？やはり外反の扉、通常であればスライド扉がついてるんですけど、こちらはもう独自でうちで折り戸っていうものを製作して作ってますので、ここの構造設計、いわゆるボディにつけるためにどういうふうにしたらいいかっていうので少し苦労しましたね。じゃあこの折りたたみ扉みたいなのはもう独自の設計で作られたんですか？はい、バスの作り方を模範してやってるような状態です。